種類としてはその全鋼でも、まあステンと大きく分けてステンと鋼の2種類じゃないですか。でもクラットも鉄鋼の組み合わせとステン鋼の組み合わせでステンの組み合わせの3種類。そうだね、まあ、空に言えば切り刃あるかないかもあるよね。ああ確かに。切り張りの牛刀かハマグリそのまんまこう。その個人的にもうでもめちゃくちゃ難しいなその違いは出ますでしょうかっていう意味では出るよねっていうのは言えるんだけど、どれから潰していくのかっていう話なんだけど、まず要望帳において個人的にはだけど、いろいろ実験すると、薄くて、全身ハマグリの全鋼が実は個人的には一番すごいんじゃないかと思ってるんだよね。そう全鋼の全身ハマグリで、さらに若干距離がある方が有利かなと。長さっていうことですね。そう要するに、そう横の幅って言った方がいいのかな。そうだから柳刃よりは薄刃みたいな、そういう横の幅の話なんだけど、そういう意味で言うと、全鋼系の方が実は、和包丁においては個人的には実は合わせの包丁の方がすごく理にかなってる部分が多々あると思ってるんだけども、洋包丁においては全鋼になるんだよね。そうでまず問題として何がポイントかっていうと、やっぱり切れるというところを最大値を狙った時に、やっぱり有利不利っていう話だけで言うと薄い方が有利なのよ。で薄い方が有利になった時に、合わせの包丁になればなるほど、結構減っていった時の話なんですけど、包丁がどんどん使って減っていった時に、非常に曲がりやすくなる傾向を感じてる。その外的な要因、例えば落とすっていうのは特殊かもしれないけど、硬いものちょっと切っちゃったとか、ものによっては変にもう本当に手でギュッとちょっとこじただけですぐにぐにゃって曲がっちゃうとか、なんかそういうその超長期間で研いで使ってっていうのを見ていった時に、その合わせの包丁がちょっと不利なところが見えるケースがある。で特にやっぱり肉抜きがちょっと甘くなればなるほど、減った時のその側面のその軟鉄の比重が多くなった時、曲げた時にそこを固定してしまいやすいんじゃないかっていう気もするんだよね。要するに肉抜きをきっちりしてどんどん地金をそぎ落として鋼が常に強者であるっていうような使い方をすると、そこまで曲がったりっていうのはしにくいのかもしれないんだけども、やっぱり往々にしてやっぱり減っていってる包丁は曲がりやすいっていう傾向をちょっとやっぱり感じてる。もう本当に20年とかね、すごいロングスパンで使ってってる包丁とか、そういうのを見ていくと特にそういうのを感じることがあって、でも全鋼の包丁の場合はそれがほぼ起きない。だから薄くなってもいろんな意味で耐久度がとても高い。で特にその薄くした時のやっぱり弾性、横からギュッとしならせた時に元に戻るとか、そういったところを考えた時には非常にそういう強さがあるっていう意味では、やっぱり全鋼っていうのは非常にその薄さを攻めた時の全鋼っていうのはものすごく理にかなってる気がするんだよね。でプラス幅が広い包丁の方が、背中から刃先に向けての緩やかなハマグリっていうのをやっぱり長い距離で作りやすい。なるほど。でも短距離幅が狭くなるとやっぱりちょっといろんなその抵抗の少なさとかいろいろ考えてしまうと、少しやっぱり無理をしなきゃいけないところが出てくるイメージなんだよね。だからペティナイフだと会心の切れ味ってどこまで出せますかって出せないことはないんだけども、やっぱりちょっとその幅が広い包丁の方がなんか有利に感じるところはある。その触れる面積の少なさで言ったらペティの方が幅が狭いから有利にはなるんだけども、その形状的な有利不利っていうところだけを取っていくと、幅が広い方がやっぱり長い距離で流線形を作れる。だから分かりやすく言うと、なんか昔の新幹線アンパンマンみたいな顔してたけど、今めちゃくちゃ流線形じゃない、っていうなんか長い距離で徐々にちょっと変化があるっていうものの方が抜けを作りやすいっていう感覚がやっぱりあるんだよね。っていう考えでいくと、やっぱり全鋼の薄くて、ハマグリの牛刀、特に24とかそこら辺のサイズ感があるものっていうのが結構個人的にはよく切れるようにしやすいなっていう感覚はやっぱりあって、
逆に柳刃とかの、まあ、本焼き、まあ、いわゆる全工になってくると幅が狭いんだよね。だからペティナイフよりも下手するとペティナイフの刃先から背中までの幅に対して、やっぱり柳とかの切り刃の幅ってさらにそれよりも短い、そう考えていくと不利な部分が出てくる。その距離が稼げない、そうするとやっぱりちょっとその抜け感であったりとかそういったものをやっぱりかなり丸みをつけたりとかいろいろ試してみてもちょっと作り出すのがちょっと難しいっていうのがあったりするかな。だから要望帳においては個人的にはだけどね、その合わせっていうのをあまり好ましく思わないところはあるかな。だからうちで料理人さん向けに売っている牛刀とか、そういう包丁は基本全部全工かな。どうしてもやっぱり見栄え的な部分も含め、ダマスカスっていうのを欲しいっていう方用に本当に1種類だけかな今売ってたりはするけど、それ以外は全部全工だと思うね。そうだから粉末ハイス V 金10号はすごくいろんな意味でトータルでね、いい鋼材だとも思うんだけども、どちらかっていうとそのうちのお客様料理人さんはやっぱり研ぐ方が非常に多いので、トータルパフォーマンスでいうとやっぱり研ぎやすい包丁とか、そっちの方をちょっとやっぱりご提案することが非常に多いので、そうなると長期研いで使ってで行った時にどうなるのっていうところまで追いかけると、やっぱり全工の方が長く使える可能性が高いところを感じていて、なので家庭用にはハイス V10 はあっても、料理人さん用には実はかなり柔らかめの包丁であったりとか、柔らかめっていうと表現おかしいね、 HRC だけで言ったら硬いんだけども、非常に研いで切れ味が出しやすい鋼材をかなり選んで販売しているかな。